漢字だけの国があったら私の天国じゃんと思ってたの。あったから漢字の国はマジでめっちゃ感動した。漢字しかないし。台湾に来てからの私は自分らしく生きてるし、自分がゼロから作ったお城みたいな、天国だね台湾。日本人の女の子どうしたら落とすことができる？グイグイ押していいですか？よくなあ、よくない。台湾人の男性と日本人の男性結婚するならどっちがいい？い台湾かな。おめでとうございます。爱口 in 台湾。大家好，我是爱子。今天有美女来宾。Hello， 大家好，我是最佳日本女朋友小百合さゆりです。美女が来ました。最高の彼女。そうそうそう。さゆりちゃんは台湾歴何年？大学の1年間の留学を入れて7年ぐらい。でも今はもう台湾に住んでない？日本と台湾の今家っ行ってたり感じ。来たりって感じ。台湾に結構長い間住んでたってことで、今日はちょっと台湾生活についてとかいろいろ聞いてみたいと思います。イエーイ、お願いします。もともと台湾に来るきっかけって何だったの？私の大学が夏休みの2週間のフィールドワークで農業の調査に行こうみたいなやつがあって、農業でそれが中国だったの。それ毎年あるイベントで、大学2年ぐらいになったら行きたい人が行くみたいな感じだったんだけど、ちょうど私の年だけ日中関係が特別悪くて、申し込んだ後にそういうことがあったから台湾に変更になりましたって言われて、行き先変わっちゃったんでキャンセルできるけどどうするって言われた時に、台湾行ったことなかったから、あ、じゃあこれを機に行こうかな、なんかこれもいいきっかけかもと思って行ったので、うわすっごいいいやんと思って、いいやん。いいがやでらいいやんと思ってそりゃいいがや。台湾でこんなにいいとは思わなかったから、もともとは北京の大学に留学に行く予定だったんだけど、もうそれやめて、もう台湾にしたいと思って台湾申し込んで行ったって感じ。わあ、それがきっかけです。初めて台湾に来た時、デラいいやんって思ったのはどういうところ？まず気候が、湿度高いけどのどかで居心地がいいね。であとやっぱりレポート書いたりとかインタビューしたりとかするために、いろんな人と知り合って、台湾の人がすごい気が合うって思っちゃった。一緒にいて居心地がいいし楽しいから、台湾めっちゃいいなと思って。文化の違いで驚いたこととか？驚いたのは飲食禁止の施設があったの。施設の人に聞いたんですよ。ここで飲食してもいいですかって。そしたらダメだからこっそり食べてって言われたの。こっそりならいいよっていう。台湾って顔がアジアだから、もっと同じ価値観だと思ったけど全然違うんだと思って、このなんかノリというか気軽さ。確かに日本だったらダメなものはダメ、例外なしみたいなね。確かに台湾はそういうところで柔らかい感じかもしれない。じゃあ台湾に来て7年だと思う。台湾に同じぐらいだね。私もっと長いから。失礼いたしました。台湾で長いこと生活してて、やっぱりちょっと慣れないところってある？お仕事とかで契約通りに進む前提で契約書とか日本だと作るけど、台湾だと言葉でこっちのコミュニケーションの方が契約書より大事みたいな、あんまり重視してなかったりとか、大雑把な感じ。そうだから何でも交渉みたいな。日本とかだとこれ言った言わない、契約書に書いた書かないとかで、書いてないからダメですとか結構わかりやすいけど、台湾だと契約書にはこうやって書いてあるけど、こういうことが起きちゃってこうだからこうに変えないとか、ちょっとこれもついでにできるとか、ちょっと天気悪いから他の日に変えちゃうねみたいな、いいですかじゃなくてねみたいな。じゃあ私その日急にスケジュール真っ白になったけど何もないんだみたいな、私が真っ白になるだけじゃん。来たばっかりの時はそれが結構ストレスだった。なんで行ったのに変わって謝りとか、その代わりにくれるものとかもうないかったりとか。じゃあそれは仕事面なんだ。そうだ仕事ではそうでしたね。仕事のこと以外は慣れないことあんまなかった？台湾の賃貸のお家、私は結構神経質で。あ、そうなの？神経質なの？じゃあトイレとか見えないみたいな。トイレとかダメじゃない？トイレも本当だし、もう壁のシワも嫌だし、壁と床のつなぎ目が日本よりも超大雑把だったりとか、下水道の処理とか日本の何にも気にならないのが慣れてたから、台湾に来た時になんかどの家を見ても、あれでもなんか住む前からここのつなぎ目がちょっと慣れがとかもう何でも気になっちゃって、多分台湾の人は気にならないからそれが良しとされてる。じゃあ台湾結構厳しくない？ゴキブリとか。ノーそうだけどいるじゃん。本当になんか見ないふり。大学卒業した後も台湾にいたでしょ？どうして7年も台湾にいたの？
多分もうここが私の居場所だみたいな感じで、結構自分のお尻からこう根を生やし座り込んじゃった。日本ではいわゆる教育ママというか、すごい教育的な家庭だったの。厳しかった、めっちゃ。親には感謝してるけど、でも台湾に来てからの私は自分らしく生きてるし、自分がゼロから作ったお城みたいな感じだから、全部親の手とかを借りずにここまで来れたってことの自分の誇らしさと、台湾っていうこう自分の好きな場所が見つかったから、いつの間にかって感じ。そんな教育ママに育てられたんだろう。ご両親なんか言わなかった？帰ってきなさいとか。もちろんもちろん。で、なんだろう、留学の時も親が絶対ダメって言ってて、だから交換留学にしたの。知ってる？交換留学だと1回選考に受かっちゃったら基本的にはキャンセルダメなの。頭いい。でも今 NHK でリポーターやってるんだけど、それになってから全部変わった。それまでは割と本当に反対。認めてもらえたって感じ。喜んでた。今まではなんかここまで来ちゃったからもう好きにさせるしか方法がないみたいな感じでスタジ投げてるみたいな感じだったんだけど、娘が台湾でテレビとか出たり活躍してる、司会とかやってたでしょ、すごいとかさ、おめでとうとかなかった？ない。ないんだ。それあんたどんだけ続けることできんのみたいな。厳しいね。だからこんな格好してるの多分知らないよ。見てるでしょ、インスタとか。見てない見てない。絶対見てる。見てるかな。やば、ブロックしとこう。やば、ブロックしとけ。今は応援してくれてる？ NHK でよかった。もしこれが別の放送局だったら分からん。NHK って結構 NHK 親ってすごい好きじゃん。その馴染みがあるところに出れたからやっと認めてくれたというか。NHK の番組決まったのって、そのやっぱり台湾での実力があったからじゃない？そうなの。ありがとう。愛子の部屋みたいな。もうなんかすごいやっと認められて、あ、そっか。でもそれも台湾での生活があってっていう。そう思うと結果オーライ。厳しい家庭で育ったんだ。そう。なんか勝手にすごいなんか自由奔放なイメージあるから。でもなんか教育にいいことだったら何してもよかった。読みたい本全部買ってくれたりとか、この勉強がしたいからこの国に行きたいって言ったら絶対連れてってくれたりとか。だけどテレビ禁止だし、漫画ゲームとかやったことないし見たことない。結構衝撃的かも。 NHK しか見ちゃいかん。なるほど。本当にじゃあ台湾のおかげだね。いやもう本当に見つかってよかった。もうこの場所。あとなんか小さい頃から漢字が大好きすぎて、漢字だけの国があったら私の天国じゃんと思ってたの。あったから。しかもあれでしょ、反対字の方でしょ。そう漢字の成り立ちにより近い。最高。天国だね台湾。漢字しかないしみたいな。漢字しかない。こんなとこあったんや。確かに私も漢字の国はマジで初めて来た時にめっちゃ感動した。全部が漢字みたいな。最高。じゃあみんなが多分気になってる。恋バナ。さゆりちゃんって台湾の男性と付き合ったことありますか？数えるぐらいならあります。あるんだ。台湾の男性と付き合ってびっくりしたこととかってある？まずびっくりしたのは何時に連絡しても返信が返ってくる。24時間営業。わかる。安心できるなと思った。日本の彼氏と全然違うじゃんみたいなのなかった？良くも悪くも自然なデートが多かった。日本だったらデートとかするとなると、どこ行きたいとか初めに聞かれて、どういうのが好きとか喋ってる中で聞かれて、じゃあ今度ここ行こっかって言ってレストラン予約してくれたりとか、ドキドキみたいな服ちゃんとするようなデートが多かったけど、台湾はとりあえず夜市行ってから、あとなんか友達があそこの店でみんなで集まってるからそこ顔出しに行こうよ一緒にみたいな。なんかラフな感じだ。そう、3個目ぐらいでやっと2人っきりになってみたいな。みんなで集まる時に呼ばれたりするのが多いよね。そう初めから迎えに来たよからドキドキで最後夜景見てみたいな方が少ない。確かに。とりあえず会ってからどうするみたいな。視聴者の方とかから聞かれるの。好きな女の子が日本人なんだけど返事が返ってこないとか、いい感じだったのに連絡返ってこなかったとか、日本人の女の子どうしたら落とすことができるみたいなの結構聞かれるんだけど、どう？ついじゃあに言うといいよだから。そうだったらついじゃあ教えてください。いい番やとして。忘れてた。やばい。グイグイ押していいですか？よくない。よくない。台湾の男性やっぱさグイグイ押しちゃうじゃない？そう。日本の女の子はきっとほらバレンタインも女子から告白するっていう文化があったりとか、好きな先輩勇気を出して第二ボタンもらおうとか、自分から行きたいっていう部分も意外にあったりするから、押されすぎると自分が前に行けない感じがするよね。この人キープしといても全然いつでも来るっしょみたいな風に無意識でもだんだんそう軽んじちゃう。当たり前すぎてグイグイ来ない方がいい。そうだけど来ても
欲しいところもあるから難しい。理想は例えば1回断られたらもう1ヶ月空けちゃうとかね、会わないとかね、じゃあこの日はこの日はとかじゃなくて一旦その会話終わらせるみたいな。確かにそれ大事だよね。この間断っちゃったけど、全然その後連絡来ないけど嫌いになっちゃったかなってちょっと気になってきたりするよね。なるなる。そこからの好きになるパターンもあるからね、じゃああんまりグイグイ行きすぎずちょっと駆け引き入れるぐらい。ね、男性的にはちょっと我慢するぐらいがちょうどいいのかな。さゆりちゃん、日本と台湾行き来してますけど、台湾と日本の男性選びたい放題じゃない？はい、そうです。別の国もだけど今彼氏はいますか？今いないです。募集中ということで、台湾人の男性と日本人の男性結婚するならどっちがいい？台湾かな。おめでとうございますこれは動画だからとかじゃなくてはい、コメント欄が湧いてるからはい、なんで？自分がもし結婚するなら多分子供が欲しいと思うので、その時に子供の世話をしてくれるかどうかっていう観点だと多分日本の男性より台湾の男性の方が絶対すると思うんだよね。確かに小さい頃友達の家とか遊びに行った時、お父さんが家にいるの見たことないみたいな、友達のお母さんは知ってんだけど、お父さんは知らないって普通じゃない？結構確かに確かに、そうだった。だけど台湾に来て驚いたのが、学校に迎えに行ったりする時結構な確率でお父さんが多いの。送り迎えをしてるのがお母さんよりお父さんの方が多い。公園とか行っても平日なのにパパが小さい子連れてきてたりとかして、家事育児に協力的だなって思った。人によって違うと思うけど、日本の男性って仕事めっちゃ頑張るじゃん。仕事第一っていうところあるよね。台湾の人って家族第一って感じがする。ああ、そうそう、でも理想じゃないそれ。なんか、人生なんて短いじゃん。だからさ、仕事ってきて年取ってからやっと家族との時間できたってなった時に、もうその時子供ももう解散し始めてる。成人していないじゃん、独立しちゃってるし、だからやっぱ家族第一にしてほしいよね。これ理にかなってるその理由ということで、理想的な日本の彼女が彼氏を募集中です。さゆりちゃんの YouTube とインスタ載せときますめっちゃメッセージ来たらどうする？そしたらここでまた次の企画作ろう。あ、そうだね、オーディションこの人どうですかみたいな、どれだけさゆりのこと好きかみたいなのをメッセージで読み上げて、この人どうですかはい、却下。この人ですか？あ、ちょっと保留ありがとうございました。終わっちゃう？なんかありますか？まだ言いたいまた今度どっかに夜市とか行きたい。行こう。忘れてた。谢谢今天收看我的影片，如果喜欢的话，帮我按赞、订阅、开启小铃铛，谢谢，拜拜，拜拜。